こんにちは。今回は、分解したエンジンを組み立てていきます。でもその前に、外側のカバーの腐食がひどいので、塗装してごまかします。で、まずハレーによって塗装を剥ぎます。剥離剤はスケルトンです。超強力で、大体の塗装はこれで剥がれます。強力がゆえ、手につくとピリピリと痛いです。ちなみに、ニトリル手袋くらいなら貫通してきます。気をつけましょう。手についたら痛くなる前に、さっと水洗いが最強です。塗料が浮いたら、スクレーパーなどでこそぎ落として洗いましょう。軽く表面を整えて、マスキングです。調子に乗ってクリアまで塗ってしまいました。腰下だし、ウレタン塗料でいいかなと思ってますが、後で剥げてきたらやり直しましょう。新品のベアリングを入れました。この部分は、洗うとゴミを噛んでゴリゴリになるので、大抵交換になります。エンジン内部なので、割高ですが純正部品を使いました。オイルシールもはめていきます。オイルシールは最近海外製のものが多くなってきましたね。トランスミッションを見てみます。特に摩耗はないようです。ギアのダボも大丈夫ですね。シフトフォークも全然減ってませんでした。メインシャフト、カウンターシャフト、シフトドラムを組み合わせてクランクケースに取り付けます。スラスとワッシャーも忘れないように。ギアにはオイルをまぶしておきます。そういえば、ボアアップキットを買いました。75cc のライトボアアップキットです。とても親切な説明書がついています。ガスケットセット。シリンダー交換に必要なものは一通りついているようです。ピストンリングセット。ピストンです。50cc から 75cc ですが、結構大きさが違いますね。シリンダーは黒を選びました。カムチェーン周りの部品です。左が新品で、右が外した部品です。下のスプロケットは、原型がわからないほど摩耗していますね。当然カムチェーンもダメでした。キンクがひどいです。滑らかに動きません。
さあクリップをクランクケースの中に落とさないように、先にピストンをつけてしまいます。クランクをはめます。ケースを閉じます。ノックピンも忘れずに。ボルトは長さが違うので、正しい位置に。キックのスプリングをセット。シフトスピンドルをセット。プライマリードリブンギア。声に出して読みたいパーツ名。必殺技っぽい感じないですか？オイルポンプを取り付けます。締め付けトルクは、8ニュートンメーター。カムチェーンを通します。ここら辺のトラブルが原因で、カムチェーンがたるんでエンジン内部を削り、大量のスラッジが発生したんでしょうね。オイルを塗って、シリンダーをはめます。シリンダーヘッドは塗装するために、腐食部分を落としました。耐熱塗料で塗装します。こんな感じになりました。バルブシートは排気側がちょっと荒れてますね。バルブコンパウンドで軽くすり合わせてみました。当たり幅？知らない言葉ですね。一応、灯油でリークテストします。30分待ってみましたが、大丈夫でした。カムとロッカーアームを組み付けます。シリンダーヘッドを取り付けます。
頭ワッシャーはわかるんですが、右下だけ普通のナットなのはなんでなんでしょうね。締め付けトルクは11ニュートンメーターです。フライホイールとクラッチは、車体に取り付けてからの方が楽そうなので、後回しです。今回はここまでです。ありがとうございました。